どうも島岡です。ペットの味噌だよ。今回も、2026年、春アニメ、とりあえず1話シリーズ7だよ。いろいろ録画し忘れが発覚して四苦八苦だ。だから前クールの最終回終わったら、予約取り消すようにって言ってるのに。取り消しした後に、13回目の放映があったことが何度かあってな。ちゃんと調べないから。さて最初の作品はオタクに優しいギャルはいない？久々の汚い絵。さすがに二人描くのはしんどかったので、トレースした。トレースしたのにこれなの。女児アニメ推しの瀬尾くんがひょんなことからクラスのギャルと仲良くなるんだが、オタクとギャルも定番だね。今回はなんとギャルが二人。二人。知らなかったんだが、黒髪ロングストレートでもギャルって言うんだね。ギャルはマインドらしいよ。性格は違うけど、二人とも優しい子だ。味噌思ったんだけど。なんだい？オタクに優しいギャル。って単に、オタクにも、誰にでも優しいギャルだよね。それは一般人の認識だろ。オタク目線で考えてほしい。オタクに厳しいはずのギャルが、自分にも優しくしてくれるから希少価値なんだ。みんなに優しい、よりも自分に優しい、が重要なんだ。多分、知らんけど。なるほど。次は、神の雫。だいぶ昔にドラマ化したワインをテーマにした作品。ワインの対価である父親が亡くなり、相続をかけて義理の兄弟とワイン対決をする。お父さんと仲良くなかったんだ。いや、どうも親子のすれ違いっぽい。父親的には息子を思っていたようだが、不器用でそれが届いていないというよくある話だ。ワインのうんちくとヒューマンドラマが見られそうだ。次は、クジマ歌えばええほろろ。ロシアから渡ってきた鳥人間クジマとこうだけの交流話。鳥人間。怖い？正直、最初は怖かった。だんだん慣れてきたけど、四つ足モードだと可愛いんだけどな。いかにもエキセントリックに登場してきたもんだから、笑うもんか、と霊障ムーブしていたんだが、笑ってしまった。見た目が奇抜なくせに人間味があって、でもその人間味は人間としては奇抜すぎる。その怪物をなんとなく受け入れてしまう主人公の新も結構おかしいと思う。悔しいが面白いので視聴継続。次は、とんがり帽子のアトリエ。圧倒的に美しい絵とアニメーション。派遣？いわゆる派遣？どうなんだろうな。正直主人公のここのクソガキムーブでちょっとブレーキがかかった。出た、子供に厳しい島岡。いや、あの年頃の子供なんて、あんなものだとは分かってはいるんだけどな。恩人の言いつけを破った上に、死よなく魔法を使って、母親を犠牲にしたと思った瞬間はちょっとな。まあ、母親は元に戻せるようだから。そこが魔法習得への揺るぎない原動力になる点は、今後強みだとは思う。設定と作画とアニメーションは素晴らしいので、視聴して損はないと思う。次は、カミーナボタン、ヨエル姿はユリの花。これはモテるわ、と思った。何？唐突に。酒タバコという嫌われトップ2の嗜好品を、媚びではなく、自然体で受け入れてくれる可愛い女の子。それがボタンちゃん。モテるね。お酒はそこまででもないが、タバコはまず嫌われる前提の昨今、笑顔で受け入れてくれる。そんな感じで、新しく大学の寮に入ってきたボタンちゃんに先住民が次々と落とされていく話だった。言い方。次は、姫騎士はバルバロイ、の嫁？高潔で男顔負けの姫騎士が、敵対する蛮族の族長に見初められる話。筆圧の強弱が感じられる線が好み。主人公のセラフィーナが、敵の捕虜になっている場面から始まる。女性が捕虜、となったらグエヘな想像をしてしまうところだが、島岡下水。その妄想を先にセラフィーナがやってしまったので、それは起こらないんだなと安心して笑った。もともと祖国では、女のくせにと同性からも親からも疎まれていたので、敵国といえ、腕っぷしが評価される国に嫁げるのは良さげだ。ただ、彼女は責任感が強いので、祖国の国民を思うと板挟みだろうな。希望する国民を引き取ればいいよ。それな。次は、百鬼夜交渉。5分のモーションコミックアニメ。妖怪がいることが当たり前になっている主人公、飯島律の日常。父親はとっくに病死しており、中身は妖魔が住んでいて普通に父親をやっている。短い間ですでに面白かったので、ちゃんとしたアニメにすればいいのにと思った。これで人気が出たら、ちゃんとしたアニメになるのかも。それだといいな。最後は、ゼロから始める異世界生活、フォースシーズン。長い人気シリーズ。てっきり司教たちを追いかける展開かと思っていたら、暴食の犠牲者を救うため別ルートへ向かう展開に。話が後退したように思えたが、レムを起こすためのアクションだと分かって残してた問題解決を進めることに納得した。それと、ガーフィールとお母さんのやりとりは、泣けてくる。勘弁してくれ。そんなわけで、2026春アニメ、とりあえず1話を見るシリーズ7回目は終わりだ。それでは、また次回。またねー。